ロックを愛する者にとって一つの到達点とも言える楽曲がある。レッド・ツェッペリン、1971年の傑作、天国への階段。特に後半に鳴り響くあのドラマチックなギターソロは多くのギタリストにとってのバイブルであり続けてきた。しかし、ここで一つの疑問が浮かぶ。ライブ映像で私たちが目にするのは、ジミー・ペイジが抱える巨大なギブソン EDS1275、12弦と6弦が一体となったあの伝説のダブルネックギターだ。誰もがあの重厚なソロはあのダブルネックの音だと信じて疑わなかった。だが真実は違う。レコーディングスタジオであの奇跡の音を奏でたのはあの巨大なギターではなかった。さらに緻密に構成されたように聞こえるあの旋律は実はたった3回の、それもその場の感情に任せた即興から生まれたものだった。なぜジミー・ペイジはあの日あえて使い慣れたレスポールを弾かなかったのか。そしてなぜあのような神がかった演奏をわずか数分で弾き切ることができたのか。そこにはロック史を揺るがした三大ギタリストの深い絆と一人の親友から託されたギターの物語があった。物語の時計の針をレコーディングから6年前、1965年、熱狂のロンドンへと戻そう。当時、人気絶頂だったバンド、ヤードバーズからエリック・クラプトンが脱退を表明する。公認ギタリストを求めていたバンドが、真っ先に白羽の矢を立てたのが、当時、ロンドンで3本の指に入ると言われた売れっ子セッションマン、ジミー・ペイジだった。しかし、ペイジはこれを辞退する。自分は今、セッションの仕事で多忙を極めている。だが、自分の代わりに推薦できる男がいる。そう言って彼がバンドに強力に推薦したのが、無名時代の親友、ジェフ・ベックだった。このペイジの計らいによってヤードバーズに加入したベックは、瞬く間にスターへの階段を駆け上がることになる。そしてベックは、自分をスターにしてくれた親友への深い感謝の印として、自身の愛機であった1959年製フェンダーテレキャスターをペイジに送った。当初、このギターはホワイトブロンドの地味な外見だった。しかし、1967年2月、サイケデリックムーブメントの波が押し寄せる中、ペイジはこれに8枚の鏡を貼り付けたミラーテレキャスターへと改造。さらにその数ヶ月後、鏡を剥がすと自ら筆を取り、ボディに鮮やかなドラゴンのペイントを施した。このドラゴンテレキャスターこそが、1968年、レッド・ツェッペリンのデビューアルバムで猛威を振るい、そして3年後、運命のレコーディング、天国への階段の現場で再びペイジの手に取られることになる、伝説の一本のギターだった。二人の天才の間に交わされた友情。この絆がなければ、ロック史上最高と言われるあのソロは、この世に存在していなかったかもしれない。1970年後半、ギターソロのレコーディング当日、ジミー・ペイジが手に取ったのは、ライブの代名詞であるレスポールではなかった。彼が選んだのは、親友ジェフ・ベックから譲り受けた、あの、ドラゴンテレキャスター。なぜ、彼はあえてテレキャスターを選んだのか。ペイジは後にこう語っている。レスポールでは少しおとなしすぎた。この曲のソロには、耳を突き刺すような、バイト感、食いつきが必要だったんだ。59年製テレキャスター特有の、鋭く粘りのある広域。この音の鋭さこそが、アコースティックな前半から一気にハードロックへと昇華させるためのスイッチだった。この時、ペイジの指先とテレキャスターは、まるで一つの生命体のように共鳴していた。ギターソロのレコーディングでテープを回したのは、エンジニアのアンディ・ジョーンズ。ペイジは2008年、ローリングストーン誌のインタビューでこう語った。構成なんてなかった。だけど、どう始めるかだけは分かっていた。あとは深呼吸して、弾くだけ。レコーディングされたのは、わずか3テイク。驚くべきことに、その3回とも、旋律もアプローチも全く異なるものだった。ペイジはその中から、最も良いものを選んだ。流れるようなペンタトニックスケール、感情の高ぶりとともに、加速するピッキング。現在、私たちが耳にしているのは、この瞬間のひらめきが生み出した、世界で最も有名なメロディーだ。完璧な設計図があったわけではない。その瞬間の感情だけが、奇跡を生んだ。演奏を終えたペイジは、手応えを感じていた。しかしこの時、彼はこのギターの運命を知る由もなかった。親友ベックから送られ、自ら魂を吹き込んだ、このドラゴンテレキャスターがこの録音の直後、二度とあのような魔法の音を奏でられなくなることを。1970年、ギターソロの録音後、ツアーから戻ると、自宅に置いていったギターのボディが、留守番を頼んでいた友人の手によって塗り直されていた。友人は善意でやったことだったが、配線が破壊され、ネックピックアップしか動作しなくなっていた。ペイジは後にこう語っている。
悲劇的な話だ。つまり、私たちが聴いているあの鮮烈なトーンは、ギターが息絶える直前に放った最後の輝きだったと言える。友情がつなぎ、即興が命を吹き込み、そして失われた音。この背景を知ってから聴くこのギターソロは、これまでとは全く違った響きを持って、あなたを、また、別の感動のストーリーへ導いてくれることとなるでしょう。